おまんと瀬名。どうする家康に学ぶ日本史。瀬名はおまんを木に吊るして折檻したのか。瀬名はおまんが徳川家康の子供をはらんだことを知ると、おまんを裸にして木に吊るして折檻したと言われている。瀬名がおまんを本当に折檻したのか、また家康はなぜおまんの子を嫌ったのかなど、おまんと瀬名には謎が多い。詳しく見ていこう。おまんは三河の知立神社の神職永見氏の娘だと言われている。瀬名の次女であったおまんを三方ヶ原の合戦で大敗を喫して岡崎城に帰還した家康が手をつけたという。戦に負けて錯乱状態の家康が湯殿で背中を流すおまんを見て手ごめにした。やがておまんは家康の子供を妊娠するが、それを知った瀬名が激怒したという。瀬名は解任したおまんを松の木に吊るして折檻して放置したが、夜中に家康の家臣に救い出されたというのである。やがておまんは男の子を出産するが、家康は自分の子供かどうか疑って面会もせず、名前もつけずに放置したという。しかしこの当時、家康は浜松城で暮らしていた。そのため岡崎城に住む瀬名がおまんを折檻したというのは、辻褄が合わず作り話の可能性が高い。ただ子だくさんの家康が瀬名の生前中にはほとんど側室の子供を作らなかったところから、瀬名が嫉妬深かったのは本当のようである。おまんが育てた子供が3歳になった時、見かねた異母兄弟の松平信康が中に入ってやっと父子の対面が実現した。家康はギギという魚に似ているからと、おまんが産んだ男の子の名前を荻丸と名付けている。ところが間もなく瀬名と信康は家康の命令で処刑されるのである。この瀬名信康事件にもさまざまな説が存在するが、いまだに謎の部分が多い。それはともかく荻丸は11歳で人質として豊臣秀吉の養子に差し出され、結城秀康と名乗っている。後に結城秀康は松平姓を名乗ることを許されて、越前松平家75万石の祖となっている。おまんは息子と共に福井で暮らしたが、秀康は1607年慶長12年34歳の若さで急死する。そのためにおまんは秀康の死を悲しんで家康の許可なしに出家するが、お咎めはなかった。おまんは1619年元和5年に72歳で北の省において死去し、高見寺に葬られた。なお松平信康の死因をめぐってはさまざまな説が存在するが、家康に毒殺されたという説も根強く唱えられている。秀康は武勇にも優れ、関ヶ原の合戦で家康が勝利するが、まだ豊臣家が存続する中、多くの大名たちから支持されていたという。また豊臣家の養子であったことから、淀君や豊臣秀頼との交流も多かったという。徳川幕府の重臣井伊家には、家康の命令によって秀康を毒殺したという言い伝えも残っている。徳川家康が家柄の正しい二代将軍秀忠を家柄の低い兄の秀康が脅かす可能性があると考えたのかもしれない。